ないじゃないですか。こうやって店でこうやって作ると、だってさ、店主とその場に立ってる人間の味の個性が出るんで、どんどんうまくなっていっちゃってます。日本人が一番染みた豚肉と醤油と白米の3点セットだから、まあ飽きないよね。絶対美味しいじゃん。確かにそう言いますね。そうだろこれ売れなかったら待ちなさいわ。あ、なんか優先して持ってくるものありますか？あ、いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？あと50。はい。量がすごいっす。そう、今日すごいから。それメンバーもこれダブルで取ってるのもいい。まだ熱い。そう、呼び戻しっていうあれでつけるんで、こいつにずっとガラを足して毎回起こしてあげる。継ぎ足し継ぎ足し。それで来たの？だってその格好で来いって言ってたじゃん。だからそれで来たんだよ。バブです。冗談だよ、そんなの。マジかよ、それで来ちゃったよ。めっちゃ電車だから恥ずかしかったんだけど。だろうね。うちの次元変わってるんで。さ、溶かしてもいいこれ。溶かしてもいいこれ。こっちなんだけど。全部入ってるよなこれ。さあ。いける？だからこれちょっと移動させて。めっちゃ細かく言うと、俺20代は起業するために資金集めるために俺サバーキュービに一生懸命働いてたのよ。10年ぐらいで、30代前半で資金がある程度溜まって、もともと独立するつもりで入ったんですよ。いきなり社長のところで言いまして、多分僕頭のおかしいやろってだと思われてるんですけど、1
1年後に独立するんですけど辞めてもいいですかっていう一本電話かけさせてもらって、で、お店を紹介していただき、私たちは北綾瀬店で4ヶ月間ぐらいで、その後当時の店長について大阪まで行って、大阪の息子屋さんで8ヶ月、ちょうど1年で独立しました。20代前半で気づいたかな。俺中卒だから15歳から働いて、で5年間働いてたけどやっぱ遊びじゃない、若いから。でも気づいて5年間何か一つのことやり続けたらなんか形になってんじゃねえかな。それでちょっと人生ロングスパンでやってみようと思ってプランを立てたのね、10年スパンで。それが10年は資金圧、20代は資金圧、30代は店舗を構える、40代はそれを伸ばす、50代は今考えてる。運よく今できてるから。麺2種類なんですよ。全然違うでしょ。違うでしょ。違うよね。細っ。違うよね。だったっけ？違うよね、全然ね。多分セガの麺で慣れちゃってるから、こっち来た時もあ、細っと思って。思った全然思った。わかる。やっぱプロもしてる。俺はこのスープで千賀の麺が好きだけどね。これが今回のオリジナルです。豚バラもう 10時間以上漬け込んで茹でてコロコロの、これまた切って味付けるんですけど全方向に味が入る。あんま味濃くしないんでラーメンに合うように薄味なんで12時間ぐらいに熱通してるから、超弱火で深夜作業です。いや、今年の4月からです。それまでは仕入れた後ラーメン屋ですね。社長から1年間 I love you のコールを告げられて、いいよっつっていいよっつって高校の同級生なんで多分そういう感じに思われると思うんですよ。まだまだ俺は新入社員ですありがとうございます。これあれじゃん、縛られてないじゃん。楽かも。もうちょっと近づいて、本当にもう親指ぐらい、浜ちゃんの親指ぐらい。ほら浜ちゃんの親指ぐらい微妙に違うんだよ。いやでもそんな料理もしないんですよここだけで何年ぐらいですか？マジ長いっす。高校生の時からやってる。ここ7年、これ若さで7年。やばいよね。高校生の時の同級生が西小山でバイトしてたんで、誘われて高3の夏ぐらいからバイトして、気づいたらこんなに。全部ただこの人終わんない。
半分。ここ違うのが、この前大阪のラーメン屋さんに教えてもらったんですけど、さらに鶏ガラぶっ込むんです。またさらに1時間です。皮も抜いてからね。皮抜いてから鶏ガラ。そうです、イベントで駆けつけました。この吹き出しのやつもここにこんな感じで貼っちゃっていいってことですね。いいじゃない。ボタン押しやすいように。じゃあ花さん、はい、そこにマッキーがあるんで。あ、はい。両方ともですか。とりあえずもう冷凍庫開けなくてもいいようにしたんで、グラス以外は。はい、すいません。あ、もう後ろ並んでるから説明して貸してもらって。朝食べて調整していくんだよね。おはようございます。ありがとうございます。すいません、わざわざ。肩ロースもうめえな、やっぱ久々に食うと。柔らかい。なんかもっとゴロゴロかなって。これ後で収録したら戻れねえよ。これ。後で全然違う。一枚、先に並べちゃってる。すみません、お待たせしました。お待たせしました。どうぞ。お二人順番にお願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。
ません、いつもありがとうございます。いいおめでとうございます。これからも頑張ります。よろしくお願いします。普通のラーメンのお好み作りです。はい、お待たせしました。はい、OK ぞ。1回目はマジではい、すいません。ありがとうね暁のラーメンの固めです。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。行くぞ。はい、行ってくださ言わなくていいですか。い。すみません、よろしくお願いします。はい、どうも、ください。はい、すみません。西小山ラーメン。はい、お待たせしました。はい、お待たせいたしました。はい、お疲れです。ゴミ柄。はい。小山台のツイはいさ、X にさ、はい。午後の部、はい、お願いします。2杯や。はい、いらっしゃい、ありがとう。ラーメンが好きなんじゃなくて、俺、家系ラーメンが大好きで、家系ラーメンが食べ物の中で一番大好きだったんで、どうしてもそれを極めたくて。なんで、うちの店全部、自分がやりたい家系ラーメンの数だけお店出してます。だからコンセプト全店全部違いますね。肩ロース、醤油、豚骨両方強めで作ってますね。逆に他店はなんかシャバウマ系で作ってるお店もあるし、しょっぱめの、焼きチャーシュー使ってる店もあるんで、本当にやりたい数だけ、家系ラーメンの数だけ出してますね。お金儲けでやってたらこれやってらんないですね。多分皆さん結構独立希望される方とか多いんだけど、大体心折れます。折れてます。はい、こっちだぞ。そうね、結構うちらなんかはもう家系ラーメンって何軒も食べてるから違うもんだってわかるけど、食べる回数が僕らより一般の人って少ないじゃないですか。だからそのお店の個性がの違いを楽しみきれてないというか、特に言っていいのかな、さんなんかの味がもう今ベースになっちゃってるから、まあ正直あれはもう大きい工場で作ったスープだから面白みがないじゃないですか。こうやって店でこうやって作ると、やっぱその店主とその場に立ってる人間の味の個性が出るんで、全く別物の食べ物なんですよね。お待たせしました。はい、すみません。はい、どうぞ。はい、どうもございます。ありがとうございます。どうも。何年かぶりだけどあんまり変わってないですね。お願いします。は
はい、左の少なめ。はい、どうも、作ります。はい、すいません。はい、いらっしゃいませ。はい、どうも、すいません。盛り方目油多め。ミックスですね。はい、どうも、作ります。どうも、作ります。どうもありがとうございます心がけてることは、商売やってるんで、商売は飽きないでやる。飽きないは飽きないようにやるんですよ。で、ばあちゃんに言われて、なるほどと思って、飽きないように毎日ラーメン作ってます。明日やったらいいんじゃないですか。明日行けないんだよ。明後日の日。明後日行ける。前日これやってる。サーフィン仲間、スケボー仲間です。普段の社長。あんな感じ。まあ明るい感じで。明るいっていうかまあそうだね。気が利くよねあいつはね。これ初めてだったから。だからなんかかっこよかったね。干しほうれん草する。ほうれん草。うまいっす。ほうれん草ないんだよ。食えない。僕大好きです。いつもほうれん草をトッピングするんだよ。してますね。朝はなるべく海に入るようにして。仕込み歩きはダメなんですけど、もう朝早いんで、もう10時とかには帰ってきちゃう。9時、10時には。なんだら早い時はもう8時に帰ってきちゃってる時もある。はい、どうも、使います。すいません。アマの源はうちのラーメンでしょ。これ食ってる間違いないよ。まあでもやっぱいろいろ楽しみながらやってた方が出来上がるものもうまいでしょ。疲れた顔して俺立ってたらみんなお客さんラーメンうまく思わんけど。お久しぶりです。いらっしゃいませ。小山台は休みの日にちょこちょこ来るぐらいだったんですけど、仕事しに来るっていうよりかはコミュニケーションを取りにぐらいなので、働くのは久々ですね。小山台の店長を少しだけやつでもあったんですけど、入ったきっかけは19の時にこっち出てきて、もともと芸人になりたくてホリプロの養成所にいたんですけど、引っ越した先がその西小山の近くで、養成所入る前にバイト探さなきゃって最初居酒屋だと思ったんですけど芸人だったら居酒屋で働いてるイメージがなくて、電話したらラーメン屋でした。これがこれ。いい意味でもう距離が近いというか、何でもみんなできるような人なんで、何か困り事があったらすぐ連絡してこれどうですかみたいな、何でも話せる。ラーメン柔らかめですね。はい、失礼します。お待たせしました。もう一つお待ちしてました。はい。極上薄め。お待たせしました。確かにこういうのあるね。それほうれん草やばくないですか。ああ、やばいですねこれめちゃめちゃうまいですよ。ピンと立ってますね。今日はあれですよ、その仕込み何時間か、4時間ぐらいか。これそれこそまさん別にいかなきゃやばそうわかりました。ちょっとこのほうれん草についてスープ舐めただけでも暁ともほども味が違う。スープがミックスなんで。あどう
ぞ。はい、どうぞいらっしゃいませ。これ世代がみんなバラバラだから価値観が違うから、そういった面じゃ結構大変ですね。その中和するっていう意味で僕がその仕事してるような感じですかね。そうでもスープがやっぱりね1日で作り上げられないから、しばらく張り付かないと作れないんですよ。だからやっぱちょこちょこ顔出すというよりかは、この店って決めたらそこに半年間いるとかで、また次の店半年間みたいな、こっちの店今日行って明日こっちの店っていうのは基本的にはやってないですね。スープ追っかけられなくなっちゃうので、従業員の癖とかでも結構スープ変わっちゃうんですよ。みんなの癖も見ながらやっていかないとね。これ今日も多分晩飯いらないでこのね。どうもどうも。ありがとうございました。お気をつけて。また向こうでお待ちしてます。はい、じゃああちら奥の方からお願いします。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。魅力、やっぱ日本人が一番染みた豚肉と醤油と白米の3点セットだから、まあ飽きないよね。絶対美味しいじゃん。そこにチー油でしょ、チャーシュー、各店の個性が出て、僕深いね、どんどん沼ハマっていっちゃってます。おはようございます。そうですね、とりあえず本店はもうどうしても成功させたいんで、成功させてから考えようかな。とりあえず目の前の今やってることを集中してやりたいですね。まあ味の追求もちろんですけど、来年3月西小山リニューアルオープンしますので、どうか皆さんよろしくお願いします。バチバチのキレッキレのラーメン作ってもらってますので。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ご飯固めでーす。はい、お待たせしました。はい、どうも。食べます。どこがですか。柔らかめのですか。はい、どうも、取ります。はい、どうもありがとうございます。どうもでした。お願いします。ありがとうございます。120くらい、ね、4時間で。ちょっとやっぱ2種類の麺使ってたんで、スピードが遅くなっちゃった。しょうがないですね。で前半200だったんです。前半200、後半200で400。後半頑張ります。